おりゃあ、ジャンク品の山から発掘したこの空気清浄機で花粉症対策。どうもジャンク鉱山ラボです。そろそろ花粉症が気になる季節だね。今日はこの空気清浄機をバラバラに分解して徹底的に洗浄する、そんな動画です。この空気清浄機、以前ヤフオクで大量にジャンク品の山を買った時に、その中に入ってたやつ。中古の空気清浄機って皆さんはどう思いますか？なんか前の使用者の埃が出てきそうで嫌ですよね。そんな心理的な負担があるせいか、中古の空気清浄機は新品時の価格と比較してかなり安く売買されています。まあ中古家電の中では一番クレーム多そうなジャンルだよね。だからこの空気清浄機をジャンク山にぶち込んだのもなんかわかる気がするんだよね。でも空気清浄機ってフィルターを交換さえすれば本来は綺麗な空気が出るはずなんだよね。だってそういう構造だもん。そこで一度バラバラに分解して洗えばいいじゃんっていう発想だ。じゃあ行くぜ。まずは裏側の蓋を取るんだ。ちなみにフィルターを取り出すのでマジ花粉症が辛い人はマスクやメガネ必須だ。ちなみに花粉やホコリなどの飛散性のものは湿潤化によって飛散を抑制することができる。なので水をまき散らすことができて、なおかつ換気ができる環境が適している。一般住宅ではお風呂が該当するが、賃貸住宅などではお風呂本来の用途ではないため注意が必要だ。Amazon で買った激安電動ドライバークレブス2080円、もう売ってないみたいです。分解するときに後で一番困るのが、後でどこのネジかわからなくなることなんだよね。その点今回は動画を撮っているから安心だ。今見える範囲のネジは全部取れた。これで外装がバラせそうなんだけど、なんか中途半端に取れないな。この電源コードかな。パソコンとかと違ってすんなりいかないな。ここにもネジあったよ。やっぱり電動ドライバーは便利だね。なんだこれ。これ必要なんか。こっからが相当長かったね。別にあらかじめ構造を知っているわけじゃないから、正規の分解方法を知らないし、そもそも分解を前提に作られてるのかもわからないのだけど、そのあたりは試行錯誤するしかない。まあ、ジャンク鉱山ラボはジャンクのプロだからな。こんなの余裕だぜ。多分ね。これが全然取れないよ。なんかがくっついてるんだよね。これ最悪このままザッピーに行きかもね。この辺りが怪しいかな。なんか深い穴があった。多分ここの中にネジが隠れているはず。電動ドライバーの先っぽが届かないので手回しで頑張ります。この上の白い外装が何かにくっついていて完全には外れないので、中のネジがよく見えない位置にあるんだよ。やっと外れたね。いやーこれ思ったより大変だね。パソコンの分解くらいにしか考えてなかったけど、今ではちょっと後悔してるね。空気清浄機の分解洗浄なんてやらなきゃよかった。もう今更遅いけどね。
の先のばらし方がわかんなくて、結構ハマった。ほら、まだなんかくっついてるんだよね。今度は反対側からネジを外す感じ。この構造は、多分分解することを想定していないね。元に戻せるのか不安になってきた。あれ、なんか取れたよ。この中の黒い部分が白っこファンだ。これをどうしても外してから洗いたい。ファンの裏側にモーターがついてるから、このままだと洗えないんだよね。というか、この白い外装もしっかり洗いたいので、分解は必須です。とりあえず線がくっついてるので、この変な棒を外そうかな。この変な棒は一体何だろうね。電動ドライバーの LED が便利ですよ。やっと取れた。けど、これも線がつながってるよ。やっと取れた。本当に大変な作業だ。本当にこんなの組み立てられるのだろうか。今から心配だ。この操作パネルがどうしても取れない。操作パネルの中にネジが隠れていて、どうしても操作パネルを外す必要がある。やっと取れたよ。中はこんな風になってるのね。基板を取りたい。この基板を外さないと中の線が外せないんだよね。なんかすごく変な位置にネジがある。基板をめくった隙間からネジを外すなんて、組み立ては一体どうやったんだろうね。やっと取れたよ。この線を外せば、パネルが取れるはずだね。これが制御パネルの基板だ。これでなんとか内部にアクセスできるようになった。一気に分解だ。こうして分解してみるとわかるけど、空気清浄機って基板などの電子パーツは少ないね。都市鉱山的な目的で資源を回収するっていう意味では不向きかも。モーターや電線、小さな基板が回収対象になるよ。白っこファンが取れたぜ。イエーイ。実は外装のプラスチックもちゃんと分ければ売れたりするんだよね。昔、1キロあたり1円とかでミックスプラを買ってもらったことがあるけど、相当な量を集める必要があるので、個人がハイプラで稼ぐのは、今の日本では難しいかな。国によっては、そのあたりのハイプラを拾って生活費の足しにしている人もいるので、単価は安いけどプラにも買い取り需要はあるみたいだね。モーターが取れたぜ。うえーい。モーターからは銅が取れるんだぜ。どうだい？ばらした外装部品はこれで全部。これを徹底的に洗っていくぜ。まずは水をぶっかけて。こうすれば普段清掃できない内部の汚れも一気に洗えるぜ。
お次はバスマジックイン。一緒に風呂も洗えて一石二鳥。さすがジャンクのプロはやることが違うぜ。丁寧にブラッシングしていきます。構造上、内部に入る空気は一度フィルターを通しているので、理論上、中は綺麗なはずなんだけどね。まあ、気分的なものかな。きっちりしたいっていうのは。このフィンのとこなんか一番気になるとこだよね。ゴシゴシ洗います。せめてこういうトップパーツだけでも外して洗えるようにしてほしいね。ここもすごい気になる。ここは吸気側でフィルターより外に面しているので一番汚れやすいところだ。やっと終わった。これ本当に組み立てられるかな。今から不安だ。この時うっかりフィルターも洗っちまったが、後で捨てたよ。ここまでやってフィルターの再利用はありえねえだろ。アイリスオーヤマのサーキュレーターを使って乾かします。俺はいつも通りこの機種についてネットで調査を開始した。名前はピュアプローブ、型式は CF8116、メーカー名は紫香織。会社名の読み方がわからない。同社の製品はかつて Amazon で販売されていたようだが、現在では販売していないようだ。ただし、2025年3月現在でもフィルターは販売されているので、私もこの交換用フィルターを購入した。さらに中古相場を調べるべく、ヤフオクとメルカリの過去事例を見たが、衝撃の事実が判明した。全く同じ型式ではないものの、同社の未使用品がヤフオクで331円で落札されているではないか。なんだよこれ、こっちは交換用フィルターを3980円で買ってるんだぞ。しかもこんだけ苦労して分解洗浄して、ジャンク品を整備して、お得だっていう動画を作ろうとしたのに。これが新品で買った交換用フィルター、3980円もしたんだ。さらに俺は致命的なミスを犯した。実は組み立て時の動画を、作業に夢中になってて撮り忘れたんだよね。高級エパフィルター、3980円なり。まあ、フィルター自体は良さそうな作りだね。メーカーの実態がわからない製品で、なおかつ現在販売していないとなると、ちょっと中古で買う機種としてはハードル高そう。フィルターが売ってることが唯一の救いだったね。フィルターは脱着可能な二重構造です。外側の薄いやつは外して洗えるけど、中のエパフィルターは水洗い厳禁だって説明に書いてあった。最初にフィルターも洗って、あわよくば再生させようとしてたけど、もともと無理だったんだね。結論から言うと、メーカーの実態が不明なことと、現在は販売が終了している点、それから交換用フィルターが結構高いことを踏まえると、これをジャンク品の山に打ち込んだ人の判断は正しい。ということがわかりました。なんかここグラグラするようになったんだけどさ、なんでかな。
他にも少しいろいろあって、操作パネルに隙間ができるようになった。この隙間はなぜできたのでしょうか。あとさ、組み立ててみて気づいたんだけど、これがなんか残ったんだよね。1時間近く撮った分解動画を見ても結局わからなかった。これなくても大丈夫かな。このグラグラと関係あるのかな。これっぽいんだけど、付け方がいまいちわかんなかったんだよね。まあ、とりあえずこのまま使ってみて、なんか不具合が出たらまた考えます。だってまた分解するのめんどいよ。一応、ちゃんと動くからね。やっぱり分解してパーツを取り出すことを目的とする場合と違って、神経使うから疲れるんだよね。この赤いランプが一度つくと消えません。今回はくたびれ損の骨折り儲け的な動画ですが、まあ、いい思い出になりましたので、このままこいつを使って花粉症の季節を乗り越えようと思ってます。あと、一応念のため言っておきますが、この動画はこの製品の分解洗浄を推奨するものではないです。ジャンク品の分解を通して構造の理解を深めたり、こういった分野に興味を持っていただくきっかけになればと思っています。今回はちょっと評価額が出ない状態ですが、それでもあえてつけるなら135円くらいです。評価額の算出は、家電雑品1キロあたり45円×およそ3キロです。資源として売却するときは、フィルターがゴミになるので、あらかじめ取り外す必要があるかもしれません。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。